よっしゃ OK ハズブロマーベルレジェンドスパイダーマンレトロコレクションよりカメレオンとケインの紹介です。パッケージ裏を見ると今回のラインナップがありまして、こちらがスパイダーマンアンリミテッド。これはいつの時のコスチュームでしょうか？ちょっとわかりませんね。でスパイダーボーイ、こいつ最近よく見かけるかな。でこれもよくわからないんですよね。一見すると女性版エレクトラっぽいんですけど誰なんでしょうね。でこちらね、今回のラインナップの大本命と言ってもいいエージェント・ベノムフラッシュ・トンプソンですね。絶対手に入れたいアイテム。幸いね出荷数多いのか結構余裕持って予約できそうだったんですけどね、これね個人的にですよ、個人的になんですけど細すぎる。素体が細すぎる。めっちゃ細い。まあ自分がねエージェントベノムの全てを知ってるわけではないかもしれませんが、にしてもねあの細い素体は買うのを躊躇しましたよ。エージェントベノムはね個人的にゴリゴリのマッチョのイメージなんでね。よし、ではね中身の方、その前に手首パーツとか見ていきましょうか。カメレオンの方はグーの握り手とハンドガン1丁とショットガンのようなものが1丁と、あとこいつは後ほどね。でケインの方は開き手が左右分のみですね。よし、ではね改めて中身の方すべて取り出していきたいと思います。ではまずはカメレオンから見ていきましょう。コスチュームを見る限りこれはアニメ版のカメレオンですね。素体的には完全新素体でこれかっこいいですね。バランスもいい。頭部の方なんですけども今回もデジプリ精度が高くてすごくよくできていますね。表情も険しいものになっていてかっこいいんですけど、別の表情が欲しかったかな。食いしばり顔とかあればよかったんですけどもね。名前をデミトリ・スメルジャコフ、スパイダーマン初のスーパーヴィランとしても有名ですよね。クレイブン・ザ・ハンターことセルゲイ・クラビノフの異母弟にあたるのがこの人。先に公開された実写映画にも出ていましたね。能力は誰にでも変装すること。当初はこの白いマスクの上から特殊メイクを施していたんですが、後々に血清を打つことによって体自体を変化させることができるようになるんですけども、アニメだとね確かこのベルト、これによってこれの機能によって変身してましたね。じゃあちょっとそのお兄ちゃんと並べてみようか。コミック版の話になるんですけど、こちらのセルゲイのお父さんが自分のメイドに産ませた子供がこのデミトリと、でちなみにこちらのクレイブンなんですけど、これはね結構前に発売されたブラックスーツスパイダーマンとの2パックセットのやつなんですけど、頭部はね入れ替えてます。頭部は今回と同シリーズレトロパッケージコレクションのクレイブンのやつなんですけども、コスチューム的にはねこちらの方が好きなんですけど、頭部の出来の方はこっちの方が良かったので入れ替えてますね。でカメレオンの方はこれハズブロのマーベルレジェンド化は2回目かな。前回のコスチュームはスーツで、あちらの方がコミック版準拠でしたね。いやーいいですね。この2人2体揃えてスパイダーマンをやっつけようやねえ。新素体のカメレオンの可動範囲いきましょう。まずは頭部なんですけど、この首のこの部分は別パーツですね。それを踏まえて上はこうで下へはこうでぐるりと一周回って傾きも少し取れて、肩にバタフライ機構はなくて横へはこうでぐるりと一周回って二の腕バイセップスあって肘が二重でここまでで、手首のこのパーツでの回転はなしですね。手首はこちらのような可動で、胴体後ろへはこうで前はこうで、腰がぐるりと回って股関節に引き出し機構はなしで、前はこうで後ろはこうで股割りできて、ももにロール、膝が二重でここまでで、ブーツでぐるりと回って足首後ろへはここまでで、前はこうで、つま先可動はありませんね。傾きは取れて設置性もあります。
付属品なんですが、これはデイリービューグルの編集長ジョン・ジョナ・ジェームソンのマスクですね。でもアニメではベルトの機能によって変身していたので、マスクをかぶる必要あったんでしょうかね。ちょっとアニメの方見てないんでわからないんですけどもね、多分作中かぶる場面あったんでしょう。で、後頭部のこの部分がへこんでいるので、手首パーツに持たせることができる。では次にケイン行きましょう。いやこれめちゃくちゃかっこいいぞ。ある意味癖がなく万人受けするデザインではあるんですがね、いやこれはかっこいいっすね。いきなりやばいマーベルレジェンド来ましたね。ずっと見てられる。名前はケイン。スパイダーマンクローンサーガに登場したキャラクターで、ジャッカルというマッドサイエンティストによってスパイダーマン最初のクローンとして生み出される。ピーター・パーカーのクローンといえばベン・ライリーが有名なんですが、そのベンの前に生み出されたのがこのケイン。ただクローンとしては失敗作で、全身が損傷しているんですね。傷だらけ。しかし、その超人的な身体能力は受け継いでおり、単純なパワーだけなら、オリジナルピーターを凌駕する。で、なんやかんやで2代目スカーレット・スパイダーマンとなり、主人公となって活躍する作品もありますね。では、そのベンと並べてみよう。スパイダーマンとしては、ベンの方が先輩で、ケインの方が生まれたのは先。言うなれば、芸歴ではベンが上で、年齢的にはケインの方が上と。このケインね、最初は暴力的で好戦的で残忍だったんですが、やはりそこはピーターのクローン、心の奥底には正義の心があるのか、このベンがね、果てた後、ケインが意志を継ぎ、2代目スカーレット・スパイダーマンとなる。頭部に寄ってみると、こんな感じで、いや、もう一回言わせてもらいますけど、どちゃくそかっこいいな、これ。頭部と言わず全身のスーツを覆い張っているこの水色の筋はプリントではなく造形で再現してありますね。一昔前だとこういうの流用素体にプリントするだけだったんですがね、前腕部やすね横のこの尖りがダークヒロイックな感じでかっこいいですね。で、前腕部のこの部分に雲のような文様が造形されていて、これがさらにかっこいい。これは言うまでもなく、言うんですけど、完全新素体ですね。そしてこのなびいたケープの造形がかっこよさを倍化せしめており、ケイン初登場時の印象的なシーンをしっかりと再現できる。で、頭部を外すとこのようにケープ別パーツになっていて取り外すことができて、で、この部分も別パーツ。原作でもケープを右脇に通して縛ってるんですよね。常のマーベルレジェンドならこの辺ね、省略されたりするんですけど、これ原作通りで、これも素晴らしいですよね。可動範囲なんですけど、マントを外せば標準的な可動範囲があり、ストレスはありません。でもやっぱりこのかっこいいマントを装着して遊びたいので、このままでの可動範囲いきます。まずは頭部。後ろへは髪の毛が干渉してほぼいきませんね。うつむきこうで、ぐるりと一周もマントと髪の毛が干渉して、ここぐらいまでしかいけませんかね。で、肩にバタフライ機構があって、これぐらい動いて、ぐるりと一周は当然できませんね。横へはここぐらいまでできて、二の腕バイセプスあって肘が二重でここまでいけて、手首はこうで、胴体なんですけどこれだけがいただけない軸可動なんですよね。後ろへはこうで、前はこうで、腰でぐるりと一周できる。ひねりができないんですよね。ひねりというか傾きか。で、股関節に引き出し機構はなしで、前はこうで、後ろへはここまでで、股割りできて、ももにロール。膝が二重でここまでで、足首後ろへはこうで、前はこうで、傾き取れて、つま先可動はありませんね。
はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。